2メーター63センチ。この大立ちを見る限り、かなりの腕があった人なのに他に残ってないのかなと、本当不思議ですよね。さとね研ぎ上がったらすごいんじゃないかなと今から期待しているところです。持ってきますか。はい。持ってきますから。後ろ、ここまでです。貼るとこあるの。ここからはい備前国十美濃郡今村宮のためこれを秋新これかですね。これここに井上久兵衛正俊作、はいね、手入れをしてやればだいぶ見えるようになると思うんですけど、今の段階ではちょっと見えにくいです。日本刀の名鑑には記載があるんですけども、現存したものが見たことがなくて、この大太刀一振りしか、はい、現存してないようなものになります。やはり岡山城下で打ってたことは分かるので、この一派がどういう流れの人なのかっていうのを研ぎ上げれば、ある程度作風から流派が分かるんじゃないかなと思っています。2メーター63センチ。昔はね3メーターぐらいあるって書いてたんですけど、鞘に入った状態で測ってたようです。もう県内で研がれてるのは貴仏神社さんにある岡山の県の文化財指定されてる宝光さんっていう方の次ぐらいに研ぎ上げるようになると思います。実際に長いのは5番目か6番目ぐらいにはなるんですけど、なかなかこれだけの長いものが研いだものっていうのはないんですよね。はい。なんぼ言ってくれんからどうだったかな。ポスター
基本的にはい、この時からね。この状態で見つかって、今村の勝臣さんっていう先代の主人のおじいさんだと思いますね。宮司さんですね。寛文5年って1665年ですね、江戸中期、ね、床下から発見されたと思いますね。小池悟です。よろしくお願いします。小池さん、今回のプロジェクトなんですけども、はい、どんな思いでまず始められましたか？神社に奉納されてるのっていうのは非常に貴重な奉納塔が多いので、それがやはりなかなか錆びた状態で研いだものが少ないと。今の時代に研いでやらないと、この先このままにしておくともう本当に価値がなくなってしまうんじゃないかなという危惧がありまして、私の代になって、貴重なものは研いでいこうということで活動してます。まずご覧になられて、改めて今日手にされてですね、どんな大太刀だなというふうに思われましたか？いや、かなり非常に名工だなと思うんですよ。全然残ってない現存井上久兵衛さんっていうのは見たことないんですけど、この大太刀を見る限り非常に作りもしっかりしてるし、全然ねじれもないし、かなりの腕があった人なのに、なんで他に残ってないのかなと、本当不思議ですよね。奉納塔というのはどんな思いを持って収められたような刀になるんですか？昔は戦勝祈願であったり、平家の源平の時代から奉納塔を納めて、戦勝祈願をしてるんですけども、江戸時代になるとやっぱり天下太平って言って、平和を願って、一族の繁栄を願って奉納するというものが多いと思います。結構江戸時代の中期に平和になったんで、全国的に奉納塔ってたくさんされた時期があるんですけど、その当時の人もそれが何百年先まで残っていくもんだろうっていうのを想定して、それだけ力をもう精魂込めて作ったもんだと思いますから、その最高の出来のものを見る喜びっていうのを今からねかみしめてます。最後に小池さん、今まで研磨のプロジェクトをされてますが、はい、この一振りっていうのはどんなものに位置づけというか、どれほど貴重なものなのかっていうのをちょっと教えてください。そうですね、県内のもうかなり、たくさん今調査して、延べ50振りぐらいいろんな調査をした中で、いいものを9振り今研いでるんですけど、本当にこれ以上のものはなかなか出てこないんじゃないかなと今思って、期待してます。それだけにやっぱりプロジェクト成功したいですね。そうですね。本当になんとかこのもう一人の方源兵衛之丞助貞さんっていう人も、助貞さんが室町の末期からずっと長いこと続いて100名ぐらいの助貞さん名乗った人がいるんですけども、その中でも源兵衛之丞助貞さんっていうのは室町末期のもうトップクラスの有名な刀鍛冶の人なんですね。だからこちらの方も合わせて300万円なんとか集めて達成したいと思ってます。そしてこれ取り上げてどんなふうに後世に伝えていきたいか、思いを最後聞かせてください。もう一度ね研ぎ上げたもんですから、もう錆びないようにちゃんと手入れしてやるということで、今回備前大佐船刀剣博物館さんが全面協力して、研ぐ場所から宣伝まで、そしてこちらの方を帰宅で預かってくれて、手入れして保存してくれると。さらにこの研ぎ上げたものを機会があれば展示をして皆さんに公開してくれるということを協力してくれてますので、非常に助かります。わかりました。ありがとうございます。はい、今村宮のネギの今村久美子と申します。よろしくお願いします。昭和30年代に作った由緒にはこちらの刀とこちらの刀と他にも名前がそちらも残ってないんです。この2つだけの名前と奉納した方の名前が由緒には書いてあったんです。はい。それであるのは知っていたんですけど、現物はちょっと長らくわからなかった。このままちょっと錆びて朽ちてしまうのはちょっと心苦しいなとも思っていたので、はい。今回この機会に研いでいただけることになって、皆さんもう宗田さんにもねお伝えして皆さん喜んでいただけてます。多分神様も喜んでいただけているとは思います。何回か研ぐ話は出てたんですけど、もう
予算的にちょっと相当かかるのにもうどうにもならないな話をずっとしてたので、もうとてもありがたいことです。まあ、先日研ぎ師の人とも一緒にこれ見させてもらったんですけど、非常に綺麗な作りをしてて、もう曲がりも一つもないということで、かなりの名工じゃないとこれだけのものができないだろうなということで、さぞね研ぎ上がったらすごいんじゃないかなと今から期待しているところです。では今村郡の方の統計記念祭を取り始めさせていただきます。ではまず4月、皆様頭を下げください。はい、お直りください。長きひとしつきゆるままに失われし刀があれば、入事項相談をはじめ関われる人々物々